炎と黒煙に包まれた一隻の航空母艦。日本海軍が誇った世界最強の機動部隊。その虎の子の空母が今、海の上で焼け落ちていく。AI で当時の色を蘇らせてみる。1942年6月、太平洋のミッドウェー沖。日本は6隻の空母を中心とする大艦隊で押し寄せた。迎え撃つアメリカは空母わずか3隻。戦力差は誰が見ても日本が圧倒的に有利だった。ところが、わずか数分の間に戦いはひっくり返る。日本は主力空母4隻すべてを失った。赤城、加賀、宗龍、そして飛龍。世界最強と謳われた艦隊がほぼ1日で海の底へ消えたのだ。そしてその4隻のうち2隻にたった1日で自ら致命弾を当てた一人のアメリカ人がいた。なぜ劣勢のアメリカが勝てたのか。その男はコックピットで何を見て何にかけたのか。これは暗号と偶然と運命の5分間。それを攻撃した側から見つめ直す物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。黒煙を上げるアメリカの空港。日本の奇襲を受けた真珠湾である。1941年12月8日、日本軍の奇襲が全ての始まりだった。アメリカ太平洋艦隊は停泊中に壊滅的な打撃を受ける。戦艦は次々と海底に沈み、2000を超える将兵が命を落とした。アメリカ国民の胸には消えない屈辱と復讐の念が刻まれる。だが現実はあまりに厳しかった。主力の戦艦を失い、頼みの綱は空母だけ。その空母も日本の6隻に対し太平洋に数隻しかない。この絶望的な劣勢の中、一人の提督が指揮を引き継いだ。チェスター・ニミッツ。彼に課された任務は優勢な日本海軍を相手に戦線を支えること。反撃の糸口はどこにも見えなかった。だがアメリカには日本が知らない武器が一つあった。それは大砲でも飛行機でもない、ハワイのある地下室で密かに育てられていた。白い制服に身を包んだ一人の海軍士官、名をジョセフ・ロシュフォール。アメリカ海軍の暗号解読の専門家である。真珠湾の地下に窓もない蒸し暑い一室があった。通称ステーションハイポ。ロシュフォール率いる暗号解読班の拠点である。彼らが挑んでいたのは日本海軍の暗号 JN25。膨大な数字の羅列を来る日も来る日も解き続ける。ロシュフォールは赤いガウンを羽織り、スリッパ履きのまま何日も部屋にこもって暗号と格闘したという。その執念が少しずつ日本の通信を読み解いていく。そして1942年5月、彼らはある重大な兆候をつかんだ。日本が次に AF という地点を大規模に攻める。だがこの AF がどこを指すのかわからない。ワシントンの上層部はそれをアリューシャンや西海岸だと考えた。ロシュフォールだけが確信していた。 AF とはミッドウェーのことだと。青い海に浮かぶ小さな環礁、太平洋の真ん中にあるミッドウェー島である。ロシュフォールは自分の読みを証明するため、ある巧妙な罠を仕掛けた。彼はミッドウェー基地にこう打電させる。真水を作る装置が故障したと。しかもわざと平文に近い形で日本がこの通信を傍受することを見越していたのだ。果たして日本の暗号通信が反応した。AF は真水が欠乏している。
これで確定した。日本が傍受し、報告した AF とはミッドウェーだった。敵がいつどこをどんな兵力で攻めてくるか、アメリカはその手の内をほぼ読み切ったのである。劣勢を覆すたった一つの切り札。それは待ち伏せだった。太平洋艦隊を率いたチェスター・ニミッツ。暗号班の情報をニミッツは信じた。これは大きな賭けだった。もし情報が誤っていれば、なけなしの空母を失いかねない。ワシントンにはまだ半信半疑の声もあった。それでもニミッツは決断する。手持ちのすべての空母をミッドウェーの北東に集結させる。そして攻めてくる日本艦隊を横合いから待ち伏せる。正面からぶつかれば勝ち目はない。だが敵がこちらに気づく前に、その急所、空母を先に叩けば勝機はある。冷静沈着なニミッツはそう読んだ。問題は駒が足りないことだった。使える空母はエンタープライズとホーネット、そしてもう一隻、サンゴ海で傷ついたヨークタウン。このヨークタウンが戦いの鍵を握ることになる。空母部隊を率いたフランク・フレッチャー。ミッドウェーの一月前、アメリカと日本はサンゴ海で史上初の空母同士の戦いを交えた。その戦いで空母ヨークタウンは爆弾を受け傷を負う。フレッチャーの機関は満身創痍で真珠湾へ帰ってきた。技術者たちの見立てでは本格的な修理に3ヶ月。普通ならミッドウェーの戦いには到底間に合わない。日本側もヨークタウンは当分動けないと踏んでいた。つまり日本が相手にするのはアメリカ空母2隻だけ。そう思い込んでいた。だがニミッツは諦めなかった。彼は技術者たちにこう告げる。3日で戦えるようにしてくれ。不可能を可能にしろという命令だった。ドックに収められた巨大な空母。緊急修理を受けるヨークタウンである。背後の海には真珠湾で沈んだ戦艦の姿も見える。ニミッツの命令を受け、1400人もの作業員が昼も夜も休まずヨークタウンに群がった。溶接の火花が絶え間なく飛び散る。電力が足りなければホノルルの街の電気を落としてでも回した。通常なら数ヶ月かかる工事を彼らはわずか3日でやってのける。完全な修理ではない応急処置の寄せ集めだった。それでもヨークタウンは再び海へ出られる状態になった。5月30日、傷だらけの空母は静かに真珠湾を出ていく。日本がいないはずと考えた3隻目の空母。その存在こそが戦いの大きな伏線となった。アメリカは暗号で敵の手を読み、不可能な修理で1隻でも多くの空母をかき集めた。あとはその3隻で罠を仕掛けるだけだった。エンタープライズを率いたレイモンド・スプルーアンス。ニミッツは2つの任務部隊をミッドウェーの北東に置いた。フレッチャーのヨークタウン、そしてスプルーアンスのエンタープライズとホーネット。このスプルーアンスはもともと巡洋艦取りで空母の戦いには必ずしも詳しくなかった。病に倒れたハルゼー提督のいわば代役だった。だが冷静で計算高い彼の判断が後に戦局を分ける。3隻の空母は息を潜めて待った。日本艦隊がミッドウェーに気を取られたその瞬間を狙う。横合いから一気に急所をつく。日本側はアメリカ空母がこの海域にいるとは夢にも思っていない。南雲中一率いる機動部隊はまだ何も知らずに進んでいた。狩る側と狩られる側、その立場はもう静かに入れ替わりつつあった。大海原を進む日本の機動部隊。1942年6月4日の未明、南雲中一中将率いる機動部隊はミッドウェーへと近づいていた。赤荷、加賀、宗龍、飛龍、4隻の正規空母、真珠湾を奇襲し、インド洋まで暴れ回った
無敵の艦隊である。開戦から半年、彼らは一度も負けを知らなかった。その狙いは、まずミッドウェー島を空襲で叩き、上陸を援護すること。そして、島を助けに現れるだろうアメリカの空母を返り討ちにすること。すべては、山本五十六の書いた筋が聞き通りに進むはずだった。だが南雲は思ってもいなかった。アメリカの空母がすでにこの近くで息を潜めていることを、自分たちの暗号が塔に読み解かれているとも知らずに、世界最強の機動部隊は自信に満ちて静かに藁の中へと進んでいく。海面にはまだ朝もやが立ち込めていた。空母の甲板から飛び立つ日本機。午前4時半、あたりがまだ暗いうちに、4機の空母の甲板が一斉に動き出す。エンジンが咆哮し、一機、また一機と艦首から飛び立っていく。戦闘機、爆撃機、大撃機、合わせて108機の大編隊。率いるのは、飛龍飛行隊長、友永丈一隊。標的は、ミッドウェー島。編隊は白み始めた空をまっすぐ島へと向かっていく。たった2つの小さな島にこれだけの大兵力。日本にとっては赤子の手をひねるような作戦のはずだった。だがその島にはアメリカが仕掛けた何十もの目が静かに空を見上げて待ち構えていた。彼らはいつどこから敵が来るかをすでに知っていたのだ。アメリカの飛行艇 PBY カタリナ。夜明け前から何機もの PBY が戦場に海を捜索していた。日本艦隊は必ず来る。暗号班の読みを信じ、彼らは広大な海を探し続けた。午前5時半過ぎ、一機の PBY が雲の切れ間に無数の航跡を見た。日本の機動部隊。パイロットは震える手で電源を叩く。飛空母発見。方位320。この短い一方がミッドウェー基地と真珠湾のニミッツのもとへ一斉に飛んだ。ロシュフォールの読みは日付も場所も寸分違わず的中していた。敵がいつどこにどれだけの兵力で現れるか、アメリカはその全てを知った上でこの瞬間を待っていたのだ。あとは拳を振り下ろすだけだった。空母の甲板に並ぶアメリカの雷撃機。報告を受け待ち伏せていた3隻の空母が動き出す。指揮を取るスプルーアンスは迷わなかった。まだ距離は遠い。砲術の教科書ならもう少し引きつけろと言うだろう。だがスプルーアンスは全力での先制攻撃を決断する。日本が2度目の攻撃。準備に追われ、甲板が飛行機で無丸。その隙をとつくのだ。1分でも早く。エンタープライズとホーネットから大撃機と急降下爆撃機が次々と空へ放たれていく。甲板員は飛び立つ仲間に無言で敬礼を送った。彼らの多くが二度と帰ってこないことをまだ誰も知らない。狩る側と狩られる側、その立場は今静かに入れ替わろうとしていた。洋上を進む日本艦隊。一方、日本側、南雲の艦隊6組も朝のうちに索敵機を放っていた。だが、その索敵はどこかおざなりだった。敵の空母はいない。そう決めてかかっていたからだ。しかも、巡洋艦利根から飛ぶはずの一機がカタパルトの不調で遅れていた。その差30分。そして皮肉にも、その利根機こそがアメリカの空母を真っ先に見つける機だった。もし帝国通りに飛んでいたら、もし30分早くその報告が届いていたら、南雲は全く違う判断を下せたかもしれない。たった30分。そのわずかなズレが4隻の空母の運命を分ける。出撃を前にした日本の攻撃隊員たち。ミッドウェー島にたどり着いた友永隊は爆弾の雨を降らせた。だが島の守りは
思いのほか頑強だった。滑走路は穴を埋めればすぐ使える。対空砲も多くが生き残っていた。一撃では島を無力化できていない。友長は南雲に打電する。第二次攻撃の必要はあり、ミッドウェーをもう一度叩くべきだと。上陸を成功させるには島の息の根を止めねばならない。だがそのためには艦隊に残した攻撃隊をミッドウェー用に組み替えねばならなかった。敵の空母に備えた魚雷を下ろすことになる。この一方が南雲を運命の決断へと追い込んでいく。アメリカの戦闘機 F2A バッファロー、ミッドウェー島の守備隊も黙ってはいなかった。海兵隊の若いパイロットたちが迎撃に舞い上がる。だが彼らの乗るバッファローは旧式の戦闘機、身軽で俊敏なゼロ戦の相手ではなかった。一機また一機と火を吹いて海に落ちていく。迎撃隊はほぼ全滅した。それでも彼らは無駄死にはしなかった。島の対空砲は激しく木を吹き、友長の乗る機さえも被弾していた。小さな島はその騎馬で確かに敵に傷を負わせていたのだ。この一発の傷が後に大きな意味を持つことになる。空母の甲板で働く乗員たち。友長の進言を受け、南雲は決断を迫られた。手元に残した攻撃隊は万一に備え魚雷を積んで待機していた。アメリカ空母が現れた時の切り札だった。だが友長はミッドウェーの再攻撃を求めている。そして敵の空母はどこにも見えない。南雲は判断した。いない敵より目の前の島だ。魚雷を下ろし陸上用の爆弾に変えろ。命令一下。格納庫は戦場のように慌ただしくなる。重い魚雷が外され、爆弾が運び込まれる。外した魚雷は片付ける間もなくそこら中に置かれた。この一つの決断がやがて取り返しのつかない悲劇を招く。アメリカの爆撃機 B-26 マローダー、その兵装転換の最中、今度はミッドウェー基地から飛び立ったアメリカ機が日本艦隊に襲いかかった。爆撃機に雷撃機、種類もバラバラの寄せ集めの攻撃だった。彼らは護衛の戦闘機もつけず単独で突っ込んでくる。だがゼロ戦と対空砲の前になすすべもなかった。次々と撃ち落とされ、一発の命中弾も出せずに吸っていく。日本の艦隊はかすり傷一つ負わなかった。だがこの捨て身の攻撃が南雲の胸に消えない不安を植え付ける。なぜ島の飛行機がこれほど必死にかかってくるのか。近くにアメリカの空母がいるのではないか。日本の空母の飛行甲板。まさにその時、あの遅れて飛んだ利根機から衝撃の報告が届いた。敵艦隊らしきものを発見。そしてしばらくして敵は空母を伴う。南雲は凍りついた。いないはずの空母がすぐそこにいる。ミッドウェー用に爆弾へ変えたばかりの攻撃隊をもう一度魚雷に戻すのか。南雲は迷った末にまた命じる。爆弾を下ろし魚雷に戻せ。格納庫は再び大混乱に陥った。下ろされた爆弾と魚雷が片付けられないままむき出しで床に転がる。燃料を満たした飛行機が所狭しと並ぶ。世界最強の機動部隊は今最も無防備な瞬間を迎えていた。そしてその頭上にすでにアメリカの急降下爆撃機が忍び寄っていたのである。アメリカの潜水艦ノーチラス。海の下からもアメリカの騎馬が迫っていた。潜水艦ノーチラスが日本艦隊のただ中に忍び寄り魚雷を放つ。だが魚雷は虚しく外れた。日本の艦隊は猛烈な爆雷でこれに応戦する。そしてこのしつこい潜水艦を追い払うため、駆逐艦嵐が一隻だけ本体を離れた。
たった一隻の駆逐艦が本体から離れる。それだけの些細な出来事。だがこの嵐こそが、後にアメリカを日本艦隊へ導く運命の道しるべになる。そのことをこの時は誰も知らなかった。アメリカの空母ホーネット、3隻の空母から飛び立った攻撃隊はそれぞれ日本艦隊を目指した。だが太平洋はあまりに広い。日本艦隊は報告された位置から動いていた。戦闘機、急降下爆撃機、雷撃機、編隊は互いにはぐれ、バラバラになって敵を探し回る。燃料切れで海に落ちる機も出た。統制の取れない不揃いな攻撃。苦戦としては失敗に近かった。そしてそのバラバラの攻撃隊の中で最初に日本艦隊を見つけたのは、最も遅く、最も弱い雷撃機の群れだった。護衛の戦闘機はそこにいなかった。ホーネットの第8雷撃隊を率いたワルドロン少佐率いるホーネットの第8雷撃隊。護衛の戦闘機とは塔にはぐれていた。起こされたのは低速で旧式の雷撃機15機だけ。上空には無数のゼロ戦。このまま突っ込めばどうなるか、歴戦のワルドロンには分かっていた。それでも彼は攻撃をやめなかった。出撃前、ワルドロンは部下にこう書き送っていた。もしたった一機、いや一人だけ残ったとしても必ず魚雷を撃ち込めと。15機は隊列を崩さずゼロ戦と対空砲の弾幕へまっすぐ突っ込んでいく。一機が火を吹き、また一機が海に落ちる。そしてついに15機すべてが撃ち落とされた。一本の魚雷も当てられないまま。だが彼らの死は無駄ではなかった。雷撃隊のジョージ・ゲイ少尉、第8雷撃隊。30人のうち生き残ったのはこのゲイ少尉ただ一人だった。撃墜され海に投げ出されたゲイ。彼は浮いていた座席のクッションを頭にかぶり、じっと息を染めた。日本艦隊のすぐそばで。そしてゲイはその海の上から一部始終を見つめ続けることになる。世界最強の空母がこれから迎える信じがたい運命を、いわば最高の特等席から。仲間29人の死は無駄ではなかった。雷撃隊を追って日本のゼロ戦は皆海面スレスレまで降りていた。そして日本艦隊の頭上、高い空は今完全にガラ空きになっていたのである。アメリカの雷撃機デバステイター第8雷撃隊に続いて、エンタープライズとヨークタウンの雷撃隊も次々と突入した。だが結果は変わらない。旧式の雷撃機は次々とゼロ戦の餌食となる。3つの雷撃隊合わせて40機余り、そのほとんどが撃ち落とされた。日本の空母にはまだ1本の魚雷も当たっていない。海の上にはアメリカ機の残骸だけが点々と浮かんでいた。南雲の参謀たちはこの時勝利を確信していただろう。敵の攻撃はこれで終わったと。だが彼らは気づいていなかった。雷撃隊の犠牲こそが見えざる罠だったことに。ゼロ戦はすべて海面近くにおり、高い空を名乗る戦闘機はもう一機もいなかった。海面スレスレの空中戦。日本のゼロ戦は低く飛ぶ雷撃機を追い、次々と海面近くまで降りていた。一機また一機と雷撃機を撃ち落としていく。パイロットたちは勝利の高揚に包まれていただろう。だがその熱狂こそが命取りだった。彼らが低空に気を取られている隙に、日本艦隊の遥か頭上は完全に無防備になっていた。守る者のいない青い空。そしてまさにその空から太陽を背にアメリカの急降下爆撃機の群れが音もなく迫っていた。ゼロ戦はまだ気づかない。見張りも気づかない。日本の運命を
キペル数分間が今始まろうとしていた。エンタープライズの急降下爆撃隊を率いたマクラスキー少佐。その急降下爆撃隊を率いていたのがエンタープライズのマクラスキー少佐だった。だが彼もまた絶体絶命の窮地にあった。日本艦隊がいるはずの海域に来てみれば敵の姿はどこにもない。眼下に広がるのはただ青い海だけ。そして燃料系の針は刻一刻とゼロへ近づいていく。このまま探し続ければ対前期が海に落ちる。引き返すべきか。指揮官として最も重い判断を迫られた。その時マクラスキーの目が遥か眼下に一筋の白い線を捉えた。全速力で北へ急ぐ一隻の駆逐艦。潜水艦を追い払い本体へ戻ろうとしていたあの嵐だった。マクラスキーは賭けに出る。あの航跡の先に必ず空母がいる。彼は残り少ない燃料をかけてその白い線を追い始めた。アメリカの急降下爆撃機ドーントレス。マクラスキーの賭けは見事に当たった。嵐の航跡をたどったその先に突然日本の機動部隊が姿を現したのだ。眼下に4隻の空母。その甲板には兵装転換最中の飛行機が燃料と爆弾を抱えたままぎっしりと並ぶ。で、頭上を守るゼロ戦は一機もいない。これ以上ない完璧な航機。マクラスキーは無線に叫んだ。前期突撃。同じ頃ヨークタウンのレスリー隊も別の空母の真上にたどり着いていた。示し合わせたわけでもないのに複数の爆撃隊がほぼ同時に日本艦隊の頭上を抑えた。ドーントレスの群れが太陽を背に一斉に機首を下げる。甲高い風切り音が空に響く。日本艦隊はまだ迫り来るしがみに気づいていなかった。日本の空母加賀。マクラスキー隊が最初に狙ったのは加賀だった。急降下するドーントレスから500キロの爆弾が次々と放たれる。そのうちの数発が甲板を撃ち抜いた。そこは兵装転換で外した爆弾と魚雷が片付けられないまま積まれたまさに火薬庫。さらに燃料を満たした飛行機が所狭しと並んでいた。最初の一発が連鎖を生む。誘爆が重爆を呼び、火の海が甲板を走った。加賀は一瞬で巨大な火柱に包まれる。艦長も炎に燃れ、艦長以下多くの幹部が命を落とした。世界最強の空母の一隻がたった数分で制御を失っていく。急降下爆撃隊のリチャード・ベスト対愛称はディック・ベスト。ちょうどその時、一人のパイロットが味方が加賀に殺到するのを見てとっさに判断を変えた。リチャード・ベスト対彼は部下わずか2機を従え別の標的へ機首を向ける。まだ誰も手をつけていないもう一隻の空母へ。それは日本機動部隊の旗艦赤城だった。南雲が遡上する艦隊の心臓部である。3機のドーントレスが赤にめがけて垂直に落ちていく。そしてベストの放った一発。それが赤城の飛行甲板のほぼ中央を撃ち抜いた第一発。だがそれが格納庫の兵装と燃料に引火し、赤城に致命傷を与えた。火だるまとなった機関から南雲は退艦を余儀なくされる。わずか1機の爆弾が無敵の艦隊の頭脳を奪い去ったのだ。必死に回避する日本の空母総流。そしてほぼ同じようヨークタウンから飛び立ったレスリー隊が3隻目の空母総流の真上にいた。彼らの爆弾もまた次々と命中する。総流はたちまち炎に包まれ行き足を止めた。加賀、赤城、総流3隻の空母がわずか数分の間に火の海と化した。ついさっきまで勝利を確信していた艦隊が
である。日本が世界最強と誇った機動部隊。その主力がたった一度の急降下で崩れ去った。後に語り継がれる運命の5分間。それは暗号を解き、犠牲を払い、賭けに勝った者たちの5分間。アメリカ人たちが自らの手で手繰り寄せた逆転だった。日本の航空士官、淵田光雄。燃え盛る赤城の甲板に一人の男がいた。淵田光雄、中佐。半年前、真珠湾攻撃の総隊長として、トラトラトラの伝聞を打たせたあの男である。だがこの日、淵田は盲腸を患い、出撃できずにいた。戦いを前に、彼は病床にあった。そして淵田は、動けぬまま、炎に包まれていく味方を見つめた。ただ、見つめるしかなかった。真珠湾で昇る朝日を見た男が、今、沈む艦隊を見送っている。後に淵田は、数奇な道をたどる。戦後、海を渡り、かつて憎んだアメリカで、キリスト教の伝道者となったのだ。憎しみの果てに、彼は平和を説いた。日本の空母、飛龍。3隻が火だるまとなる中、飛龍ただ1隻が離れた位置にいて、無傷で残っていた。その飛龍を率いるのは山口多門少将。闘志の塊のような日本海軍屈指の猛将だった。味方が燃え落ちる惨状を前に山口はうろたえなかった。まだ勝負はついていない。彼は直ちになけなしの攻撃隊に発進を命じる。小林大尉率いるわずか18機の爆撃隊。3隻を沈められた異種返しにアメリカ空母を道連れにする。それは一矢を報いるための決死の出撃だった。炎を上げる味方を横目に、飛龍の攻撃隊は敵を求めて飛び立っていった。爆撃を受け、黒煙を上げるヨークタウン。飛龍の攻撃隊が見つけたのは、あの3日で蘇った空母、ヨークタウンだった。待ち構えるアメリカの戦闘機が次々と日本機を撃ち落とす。隊長小林も帰らなかった。それでも生き残った数機が弾幕をくぐり抜けて突入する。3発の爆弾がヨークタウンの甲板を撃ち抜いた。黒煙が吹き上がり、空母は力を失って投資する。だがここでもアメリカの応急班が底力を見せた。猛烈な速さで火を消し、穴を塞ぎ、艦はみるみる息を吹き返す。わずか1時間ほどでヨークタウンは再び走り出した。あまりの速さに日本の偵察機はこれを無傷の別の空母だと誤って報告してしまう。この誤解が罪の悲劇を生む。魚雷を受け傾いていくヨークタウン。飛龍は最後の力を振り絞り第2波を放つ。率いるのはあの友永丈一隊。朝ミッドウェーを空襲したあの男である。友永機は島の対空砲で燃料タンクを撃たれ、片方のタンクを失っていた。満足に帰れる燃料かったと伝えられる。つまりそれは片道の出撃だった。それでも友永は迷わず飛び立つ。そして彼は先頭を切ってヨークタウンへ突っ込んでいった。友永隊の魚雷が空母の横フラを深々とえぐる。ヨークタウンは大きく傾いていった。そして友永機は二度と帰らなかった。狩るアメリカ人にも狩られる日本人にも、この海には帰らぬ覚悟で飛んだ男たちが確かにいたのである。大きく傾き放棄されたヨークタウン。二度の攻撃を受けたヨークタウンはついに大きく傾き止まらなくなった。このままでは転覆する。艦長は団長の思いで命じた。総員、退艦。乗員たちは傾いた甲板を滑り降り、次々と海へ飛び込んでいく。他で蘇り、二度にわたって日本の攻撃隊を引き受け、最後まで戦い抜いた空母。そのヨークタウンも今力尽きようとしていた。だがこの頑強な空母は
それでもすぐには沈まなかった。そのしぶとさが皮肉な結末を用意することになる。一方、反撃を終えた飛龍にも破滅の時が静かに迫っていた。必死に回避する日本最後の空母飛龍。飛龍が反撃に出ている間にアメリカはその位置を突き止めていた。日没を前に再び急降下爆撃機の群れが最後の一隻飛龍に襲いかかる。そしてその編隊の中にまたあの男がいた。ディック・ベスト。午前、機関赤城に致命弾を当てたあのパイロットである。彼は迷わず飛龍めがけて急降下する。放たれた爆弾が飛龍の甲板を撃ち抜いた。で、ベストは一日のうちに赤城と飛龍2隻の空母に自らの手で致命弾を当てた。これを成し遂げたのは後にも先にもディック・ベストただ一人。しかも彼はこの戦いの後肺を病み、二度と戦闘機に乗れなくなる。まさに生涯最良の一日だった。炎上し洋上を漂う飛龍。命中弾を受けた飛龍もついに炎に包まれ動けなくなった。4隻目の、そして最後の空母。乗員は次々と退艦していく。だが司令官山口多門は艦に残ることを選んだ。3隻探知機を失った責任を取り、飛龍と運命を共にする。部下たちが止めても山口は首を縦に振らなかった。明け方、沈みゆく飛龍と共に山口は姿を消した。こうして赤城、加賀、宗龍、飛龍、日本が世界に誇った4隻の空母はすべて海の底へ消えた。歴戦の搭乗員も多くが帰らなかった。たった一日の出来事だった。ヨークタウンに寄り添う駆逐艦ハンマー。空母をすべて失っても日本はまだ一矢を報いる力を残していた。沈まずにいたヨークタウンを乗員たちは何とか救おうと栄光を試みていた。だがそこへ日本の潜水艦268が駆逐艦の包囲網をすり抜け忍び寄る。放たれた魚雷がヨークタウンと横付けしていた駆逐艦ハンマンを貫いた。ハンマンは真っ二つに折れ、瞬く間に沈没。多くの乗員が命を落とす。そしてヨークタウンも翌朝力尽きて静かに海へと消えていった。3日で蘇った空母のこれが最後だった。勝利はただでは手に入らない。アメリカもまた大きな代償を払っていたのである。空襲で大破した日本の巡洋艦三熊。4隻の空母を失い、日本艦隊は撤退を始めた。だが悲劇はまだ続く。退着の途中、主巡洋艦三熊と最上が暗闇で衝突。傷ついた三熊はアメリカ機の空襲を受け集中攻撃で沈められた。この写真は大破し変わり果てた三熊の姿である。広い海の上には日本の漂流者たちが点々と残された。勝った側にも負けた側にも同じ一つの海の上で数えきれない命が失われたのだ。華々しい勝利という言葉の裏にはいつもこうした静かな現実が横。炎上する日本の空母。ミッドウェーで日本は主力空母4隻を1日で失った。失ったのは艦だけではない。長い年月をかけて育てた腕利きの整備員や搭乗員も数多く海に沈んだ。そしてこの損失は国力に劣る日本には二度と埋められなかった。真珠湾からわずか半年。それまで攻めていたのは日本、守っていたのはアメリカ。だがその立場はこのたった1日で完全に入れ替わった。以後日本は守勢に回り、二度と主導権を取り戻せない。太平洋戦争の流れを決めた最大の転換点。それが
ミッドウェー海戦。ミッドウェーの勝利は奇跡ではない。暗号を解いたドシュフォール、デッセイを承知で待ち伏せを決断したニミッツ。命がけでゼロ戦を引きつけ散っていった大撃退。駆逐艦の漱石にかけたマクラスキー、そして1日で2隻の空母を葬ったディック・ベスト。一人一人の情報、決断、犠牲、そして賭け、そのすべてが積み重なって5分間の逆転は生まれた。敵味方を思わず、この海には故郷を思い覚悟を決めて戦った者たちがいた。私たちはそのことを忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。